皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ関連情勢のニュースを取り扱っていきます。他のチャンネルや一般的な地上波放送においては、ウクライナ関連のニュースを総合的に扱うことは少なくなっているので、このチャンネルで情報を更新していってください。それでは今回取り扱う主な話題はこちらです。1、プーチン大統領、ウクライナに降伏要求という記事が出ています。2、東部戦線より警報。東部の要衝クピャンスク攻勢にロシア軍の戦力が結集しているという報道が出ています。3、ウクライナの政府と軍の関係に変化が起きています。ザルジニー司令官交代か。4、アメリカ軍の動向について。中東にて米兵が死亡し、報復の空爆が実施されました。今回はこの4つについての解説をしていきます。主導権は完全にロシア軍に移った。プーチン氏、ウクライナに降伏要求、戦勝へ自信深める。ウクライナを侵略するロシアのプーチン大統領が最近、ウクライナに事実上の降伏を促すなど、強気の発言を繰り返している。背景には、前線でロシア軍が優位に立ったとの認識や、ウクライナ支援をめぐる欧米諸国の足並みの乱れから、ロシアの戦勝が近づいているとの自信を深めていることがあるとみられる。プーチン氏は先月16日、ウクライナのゼレンスキー政権が対ロシア交渉を否定していることについて、彼らが交渉したくないならそれでいい。だが、ウクライナ軍の反攻は失敗し、主導権は完全にロシア軍に移ったと主張。このままでは、ウクライナは取り返しのつかない深刻な打撃を受けるだろうが、それは彼らの責任だと述べ、ウクライナは早期に降伏すべきだとの考えを示した。さらに、ウクライナ全土からのロシア軍の撤退を前提とするウクライナの停戦条件を法外な要求だと批判。戦利品をロシアに放棄させようとする試みは不可能だとし、占領地域を返還しない意思を明確にした。プーチン氏は同1日にも紛争をできるだけ早く終わらせることを望んでいるが、それはロシアの条件に従う限りでだと譲歩に応じない考えを強調した。プーチン氏はこの日、ロシアの考える停戦条件には言及しなかった。ただ、プーチン氏は昨年12月、侵攻当初からロシアの目標は変わっていないとし、具体的には、ウクライナの親欧米派勢力の排除を意味する非ナチス化や NATO 加盟を断念を指す非軍事化、中立化だと説明。停戦にはウクライナがこれらの要求に応じることが必要だとプーチン氏が考えていることは明白だ。アメリカシンクタンク戦争研究所もプーチン氏の最終目標はウクライナを欧米から引き離しロシアの勢力圏下に置くことだと一貫して分析している。プーチン大統領の当初の目標は現在でもなお変わってはいません。最初からまずはゼレンスキー政権が退陣し、親ロシア派の政権ができることを望んでいます。そしてウクライナの非軍事化というのは、できればいっそのことウクライナ軍が解体できたらいいなというお話です。そして NATO に加盟しないというのは、ロシア勢力圏に入りなさいという意味です。できればプーチン大統領としては、日本を占領統治した GHQ のような占領政権を作り、ウクライナを支配したいでしょう。そしてそのような侵略の野心をあらわにしてもなお要求をし続けるのは、現実問題として軍事力を使って占領地を確保している以上、自分たちの方が戦利品を得たという感覚を保持しているからです。そして現在の戦況は戦線が膠着しているわけですから、ウクライナが停戦条件として占領地から撤退せよという要求にはそもそも答える気がないというわけです。このあたりの要求をしているのを見れば、欧米や日本などで言われているウクライナの方が我慢して停戦すればそれで戦争が終わるという考え方は、そもそもプーチン大統領にしてみればかなり目標値から下の話であり、あまり納得できないということが理解できるでしょう。プーチン大統領としては特にアメリカの動向に気をつけていて、ウクライナの軍事支援のその大きな柱であったアメリカがこのまま大統領選挙になってウクライナ支援をする気がないトランプ氏が大統領に返り咲くのを望んでいるはずです。プーチン氏としてはより強気になるような状況だとも言えます。続いては東部戦線より警報が出ています。要衝クピャンスク攻勢にロシア軍の戦力が結集しているというのです。ロシアが要衝に戦車500両の大軍集結、ウクライナはドローン数千機で迎え撃つ。戦車ざっと500両、その他の戦闘車両600両以上、榴弾砲数百門、兵士4万人。ウクライナ軍東部司令部によると、ロシア軍はウクライナ東部、ハルキウ州の都市クピャンスク方面に大規模な野戦軍を集結させている。こちらが東部クピャンスク戦域です。東部戦線の最も北側にあり、交通の要所であるクピャンスクは、以前はロシア軍に占領されていました。
しかし、ウクライナ軍の反撃作戦が成功し、この地域全体で大きくロシア軍を後退させ、クピャンスクを解放することに成功しました。しかし、ロシア軍は再度このクピャンスクの攻略を狙っているのです。この野戦軍が何を指しているのかは明らかだ。クピャンスクを含め、ハルキウ州でロシア軍が2022年に一時支配し、その後ウクライナ軍の強力な反転攻勢で解放された広範な土地を奪い返すことだ。ウクライナのシンクタンクでは、ロシアは2024年3月までにドネツク州とルハンスク州の全域、及びオスキル川までのハルキウ州を占領する計画だと説明している。なぜ3月が期限なのか。それは同月にロシア大統領選挙なるものの投票とやらが行われる予定だからだ。この選挙は事実上、プーチンが唯一の候補者であり、プーチンはその結果、ロシアとウクライナ侵略戦争の残忍で独裁的な支配を維持することになる。それに合わせ、ロシア軍がハルキウ州の一部を切り取ることができれば、プーチン当選への贈り物になるというわけだ。ウクライナ側はクピャンスクと周辺の集落を10個前後の旅団の一部または全てで防衛している。おそらく兵士2万人規模、戦車などの戦闘車両や榴弾砲数百を要するかなり大きな軍勢だ。もっとも、ウクライナ側にとって問題は人員や車両ではない。問題は弾薬だ。ウクライナ軍が保有する最高の大砲向けの 155mm 砲弾の主要な供与国はアメリカだったが、アメリカ議会のロシア寄りの共和党議員は昨年秋、ウクライナへの援助を断ち切った。以降、ウクライナ軍が1日に発射する砲弾数は以前の3分の1のわずか2000発まで減っている。対するロシア軍は北朝鮮から安定した弾薬供給を受けているおかげで1日1万発を発射している。ロシア側は火力面で新たな優位性を確保したことで、ウクライナ側の対砲兵射撃をあまり恐れず大砲を集積し、市街地への集中砲撃を実施できるようになった。ウクライナの調査分析グループは、こうした状況はロシア側に市街地を組織的に破壊し、防御不可能にするというよく知られたアプローチを実行できるようにしていると指摘している。東部戦線最大の激戦地はクピャンスクではなく、これまでずっと一貫してアウディーイウカに対する攻勢が目立っていました。しかし、激しい戦闘が行われているのとはまた別の話として今回、東部戦線クピャンスクに対する一大攻勢が仕掛けられるのではないかと、ウクライナ側が警報を発しています。このような情報は基本的には、衛星からの情報をもとにして、前線にどれだけの戦闘車両が集まっているか、ウクライナを支援する国からの情報機関の支援によって警報が出されているはずです。軍事兵器の支援をするには大きなお金が必要ですが、一方において情報の支援は継続的に行うことができているからです。ただし、記事の中にもあったように、明確にアメリカからの支援が途絶えてしまっている以上、現実問題として前線には大きな支障が発生しています。それが、ロシア軍の攻撃が明らかに以前よりも密度を増していることです。なぜ密度が増しているかといえば、ウクライナ軍の方に物量が足りなくなることによって圧力を加えることができなくなり、よりロシア軍は前線でより多くの兵站基地を設けたり、砲兵部隊を集中運用することができるようになったからです。これまでは前線まで多くの部隊が出てくると、それに対する攻撃を行い、どこか一箇所に弾薬類などが集積されていると爆破されたものです。しかし、弾を節約しなければならない状態に陥っている今のウクライナ軍は、まずは目の前、塹壕陣地攻撃に出てきた敵部隊を叩くのに一生懸命で、それよりも後ろに対する攻撃に余力がなくなってきているのです。ですから、公開される情報としては、ロシア軍の戦闘車両がどんどんと前にやってきたところ、集中的に叩き潰すといった映像は、数多く出るのですが、一方において映像に出てこない部分でロシア軍はより前へ集まりやすい状況に陥ってしまっているわけです。そして砲撃数の差というものは地味な形でウクライナ軍を苦しめています。それがどんなに固い陣地であったとしても土をほじくり返すような形で集中的な砲撃が連日連夜続いていくと、どうしても戦闘する以前の話としてもはや隠れる場所がなくなるような形でじりじりと後退を迫られる場面が増えてしまうのです。ですから今回ロシア軍が走行戦力を集中してクピャンスク攻略を目指しているぞという情報が出てきても、これらの兵器を遠距離攻撃で潰すための量が足りなくなっているウクライナ軍という図式になります。ですから足りない分は何としてでも前線で食い止めなければならないとして、ドローンを集中的に運用してなんとか目の前
前に来た敵をひたすら倒すといった形で対応しようとしているわけです。こうした苦しい状況に対して EU は先日ウクライナに対する支援予算をようやく採択しました。一方においてアメリカは現在のところウクライナ支援に共和党が真っ向反対しており、予算が採択されません。バイデン政権自体はウクライナ支援を続けたいとして議会に対して予算を採択するように迫っていますが、大統領権限で予算は決められるわけではありません。あくまでも予算については議会で採択が必要です。そして下院においてはウクライナ支援に反対する共和党がこれに猛然と反対しているという図式が変わらない以上、なかなか採択がされずにいます。プーチン大統領としてはこうしたことから今まさに強気になっている状況なわけです。次にウクライナの政府と軍の関係について解説しましょう。今最も大きな話題になっているのが軍司令官であるザルジニー氏の交代かといったニュースが流れています。以前からザルジニー司令官については交代させるかもといった報道は何度かありました。しかしその度いやいやそうじゃないといった話が出てきて、これまでは交代することはありませんでした。しかしここに来てザルジニー司令官の交代するかどうかの話がアメリカへと伝わり、アメリカがウクライナの国内事情として人事がどのようになるかについては関与しないとコメントするなど、いよいよこれが真実味を帯びてきました。ザルジニー司令官を交代させることは政策的には私は悪い手だと思っています。というのも軍事的な意味において特にものすごい大失態をしたかといえばそういったわけではありません。確かに2023年はウクライナ軍の反攻作戦では取り戻した領土はあまり大きくはありませんでした。目標としてはアゾフ海に到達するいわゆる南部戦線の南進といった目標が立てられたわけですが、それは残念ながら叶っていません。そうした意味では作戦が失敗したといえばまあそうなのですが、しかしウクライナ軍の戦力で防御陣地を突破するだけの力が足りなかったといえばそれまでのことで、誰が総司令官であったとしても結果が同じだったかもしれないわけです。そして最も大事にしなければならないのが兵士の士気もしくは国民の支持を受けている総司令官を交代させることは政治的にも軍事的にもマイナスの方が大きいと私は思うからです。特に交代させるというのであればもっと政治的に利用すべきです。例えばザルジニー司令官の国民の支持が高いということを背景としてザルジニー司令官に国民の前で喋らせるような形で志願兵を50万人集めるといったようなことを実施するのです。特にザルジニー司令官とゼレンスキー大統領との間で大きな揉め事になっていたのは兵士をどれだけ動員するかです。軍の方としてはロシア軍が人海戦術に伴って多重攻撃を仕掛けてくるのであるから、これを防ぐためには各所においてより兵力を増強する必要があると述べています。そのため政府に対して50万人規模の兵士を増員すべきだと要望を出しています。実際現在のウクライナ軍は高い士気に支えられてはいるものの、前線に張り付いた兵士たちはほとんど休みを取ることができない問題を抱えています。ひどいところでは年間の休日が10日程度しかない兵士などもいて、どんなに士気が高くても体力、精神の疲労はそれだけで戦力の低下を招くものです。戦線は北から南まで1000キロに及び、この長大な戦線を支えるためにはより多くの兵士を必要としています。ザルジニー司令官を交代させるという政策がこの後良い結果を生むのか悪い結果を生むのか、結果を見なければまだわからないことではあるものの、冒険する余裕はないように思うので、どのような結果が出るかちょっと心配なところです。最後にではアメリカの動向を見てみましょう。現在のアメリカの関心事といえば中東の方に多くの国民の目は向いています。先日米兵がヨルダンの基地において攻撃を受けて3名死亡しました。アメリカ人が殺された、これに対する報復はしなければならない、いわば義務のような形での報復攻撃が行われました。その攻撃目標はイランの支援を受けた各地の武装勢力です。攻撃を受けてアメリカ人が殺されたんだからその報復をするのは当然だという感情がアメリカ人にはあります。このようにして国民の関心としてもウクライナではなく中東情勢の方に関心が向いている以上、ウクライナ支援の国民的な支持はなかなか取り付けづらくなっています。そして報復攻撃をした以上、
イランの反応がどのように出るかはまだまだ未知数です。アメリカが攻撃したのはあくまでもイランが支援する出先の武装勢力ですが、イラン本国が攻撃されたわけではない以上、イランはそちらの顔でさらなる攻撃をそれぞれの出先機関に対して通達するかもしれません。それぞれ各地の武装勢力は独自勢力かのような異常看板を立てていますが、彼らを軍事指導し、兵器を供与し、様々な面で影響を与えるのは間違いなくイランなのですから、報復攻撃されたことをさらに不当に思って攻撃をエスカレートするように指示を出すかもしれません。そうなればアメリカ兵が中東地域においてさらに殺害される危険性も高まるわけで、そうなればますますアメリカ国民の目はウクライナから中東へと移っていくことでしょう。このようにウクライナ情勢について話をするにも中東情勢の関わりを見なければなりませんし、またそのような情勢を見るときにもアメリカの政治状況についても把握しておく必要があります。世界の情勢を見るときに一地域だけを集中的に見ていても、なんでそうなるのかなといったことをたどっていくと、他の国、他の地域、他の国の政治状況についても目を配らなければなりません。そしてその話の最後として言えば、ウクライナ情勢においてロシアの侵略行為がプーチン大統領の願ったような形で終わるようなことになれば、侵略するには武力を用いてやれるだけやってしまっても誰も止められないということであれば、それは当然のように日本にとってはものすごく危険な状況を生み出すことになります。日本の周りには北にロシア、そして北朝鮮や中国といった軍事力を使ってもいいんだなという世界になれば、それを喜びたがるような国があることを決して忘れてはいけません。侵略を狙う国の野望を打ち砕くといったことをした方が、基本的には日本の未来にとってもより良い未来線が描けるということは忘れてはなりません。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。